フーコック後半は憧れのリーゼントに泊まります。最初に言いますが、ここは人生で1回は泊まりたいホテル。景色、サービス、食事何から何まで素敵でした。ラフェスタフーコックバイヒルトンから車で23分で到着。エントランスから美術館みたい。このリーゼント、過去に世界的大企業が社員旅行で貸し切りで利用したという噂を聞きました。こんな社員旅行ならぜひ行きたいです。チェックインをします。ロビーフロントもラグジュアリーですね。ウェルカムドリンクとスイーツをいただきました。お部屋のカード入れ可愛すぎませんか？色合いもデザインも上品でカラフルで素敵すぎます。リーゼントの敷地内マップです。ホテル館内扉のお部屋があります。客室は全部で302部屋あります。歩いても行けるのですが、敷地内にバギーが走っています。今からバギーに乗ってビラタイプのお部屋に向かいます。風がとても心地よいです。到着しました。私たちが泊まる部屋は509の部屋です。ビラというより建物。部屋に入る鍵の解除が苦節よ。私たちが泊まった一棟には家族旅行や友人たちなど複数人との旅行を楽しめるように1階で数部屋、2階でワンフロアといった形の作りになっています。部屋間は廊下を移動してお邪魔する感じです。私たちが泊まる部屋は2階です。他の1階の部屋は誰も宿泊していないようでした。階段が地味に疲れる。ワンキングテラセプールビラ208平米のお部屋です。ででん。部屋の扉を開けてびっくり。プールとキッチンがある。こんな広い部屋で2人で泊まれるなんてもったいないって思っちゃいました。まずは入り口にトイレ。次はキッチンを見てみましょう。部屋のアルコール含む飲み物、お菓子、もちろんコーヒー、お茶類は全部屋オールインクルーシブ。1日1回無料で補充してくれます。朝の掃除のタイミングで補充していただけました。
このポテチ、ビネガー味好きなんですよね。ここに何が無料なのか書いてあります。さすがキッチン、オーブンも完備。なんとワインセラーもありました。もうため息しか出ません。そして大きな冷蔵庫の中にはこちらもオールインクルーシブのドリンク類。リーゼントのチョコレートも冷やしてある。すごくないですか？上は冷凍庫ですね。なんと冷凍庫にもキンキンに冷えたリーゼントチョコが。あとはカトラリーや調理器具がありました。リーゼントマークのエプロンがありましたよ。いつプールに入ろうかな。続いてリビングダイニングを見てみましょう。この箱にはレターセット、そしてなんとカクテルを作る道具が用意されています。しかもカクテルのレシピ本も置いてありました。作ってみたいけど足りない材料を買い足すのがめんどくさくて結局作りませんでした。でも見てるだけでワクワクしますね。かわいい。なんとテーブルにはウェルカムフルーツとスイーツとワインが用意されていました。すごいしか出てこない。なんとタルトは3種類。もちろんフルーツはお願いすればカットしていただけます。甘い香りが立ち込めています。次は寝室へ行ってみましょう。プライベートプールがリビングダイニングから寝室まで横長なので寝室からも眺められます。お部屋からサンセットは見えませんが最高に心地よいお部屋でした。次はウェットエリアへ行ってみましょう。お、なんてラグジュアリー。寝室の裏にはバスルームがあって動線が良いですね。リーゼントマークのこのスリッパ可愛くないですか？こっちがビーチサンダル。こっちも可愛い。クローゼットの中にはとても可愛い柄のバスローブ。チェックイン時に見たカードキー入れと同じ柄ですかね。
とっても可愛いバスローブです。麦わら帽子も2種類ありました。クリーニング3点無料だったので、長期泊にはものすごく嬉しい。左右に洗面台があります。中央にはバスタブ。そして2種類のバスソルトも完備。こちらも補充無料。こちらにはシャワールーム。反対側には2つ目のトイレ。アメニティはヘアブラシ、デンタルキットなど一通り揃っています。ビタミン E 配合のボディクリームもありました。この箱の中にはドライヤー。リクエストしてサービスでダイソンのヘアアイロンも借りました。麦わら帽子はパナマハットとカンカン帽。枕元には置くだけ充電器が。ターンダウンの際、持参したコード類がきれいにまとめられていました。ウェルカムスイーツのタルトがちゃんと美味しい。乾燥する前に美味しくいただきました。このカクテルセット何回見ても可愛いな。電話の横の QR コードのアプリでアメニティの補充やリクエスト、バギーの手配などできます。リージェント専用の宿泊者アプリでアメニティのリクエスト、WhatsApp というアプリのチャットでホテル側とやり取りをしてバギーを呼ぶって感じです。英語が話せなくてもチャットでやり取りできるので助かりますね。配下に泊まっているご家族やご友人も遊びに来れるようにプールサイドチェアは4つありました。光の反射と水の音に癒される。美しいですね。ではビーチに行ってみましょう。どこを切り取っても綺麗なのですが、外は暑いですね。すごいですよ。バスケやビーチボールができる。楽しそう。道具もいろいろ用意されていますね。ここからサンセットを見るのもいいですね。ハンモック。いやーん、テンション上がる。これだからリゾートは
この通路は近隣のホテルなどとつながっています。こちらの通路からリージェントのプールの紹介をします。まずはオーシャンクラブ。実はここはレストラン。このレストランにはプールがついています。太陽と海風をいっぱい浴びれるプールです。開放感満載。ここは焼けそう。小道にバイシクルステーションがあったので少し脱線させてください。敷地内にはバギーの他に無料で利用できる自転車が置いてあります。お子様用の自転車もあるんですよ。お次はファミリープール。リージェントを検索すると大体出てくるこの天蓋付きプール。貴族感。通路も素敵すぎます。火災プールなのでお子さんが多く見受けられました。とても心地よい。家族の素敵な思い出になること間違いなしですね。プールの奥にはひっそりと可愛いハーブ園がありました。ホテルでハーブを育ててお料理やカクテルに使用しているのですね。可愛いガーデン。続きまして、オーシャンウィング島8階にあるルーフトッププールです。がっつり泳げるし、外をぼーっと眺めて楽しむこともできてグッ。景観良すぎでしょう。日よけがあるのですが、夕方になると角度が変わるのでがっつり焼ける。サングラスは必須です。奥に見えるのはインターコンチです。後で軽く紹介しますね。こちらの同じフロアにフィットネスルームがあります。結構広い。しかもパーソナルスペースが少し保たれるような仕切りがある。長机にはデトックスウォーターとフルーツがありました。
一番サンセットが綺麗に見えるルーフトッププールへ行ってみませんか。オーシャンウィング島からスカイウィング島へ移動します。エレベーターで1階に降りて移動しないといけません。とても静かな回廊です。本当に美術館のようですね。スカイウィング10階にはプラグラウンジがあります。こちらのプールもインフィニティ感満載。とてもゆっくりできて快適でした。ここで軽くカクテルと軽食をとってサンセットを楽しみました。こちらのプールのトイレにはドライヤーやロッカー、シャワールームが完備されており、配慮が行き届いていました。このルーフトッププールはチェックイン時にスタッフさんおすすめのサンセットスポットということで楽しみにしていました。確かにビーチから見るサンセットとはまた一味違いますね。高台から見るサンセットは遮るものが何もありません。時間に追われる毎日を忘れてゆっくりできました。空がカクテルのようなグラデーションで綺麗。ビーチからのサンセットもどうぞ。奥に見える光は漁船です。ただただぼーっと海を眺めて潮の音を聞いていたい。心からリフレッシュできるリゾートホテルです。ライトアップリージェント。とてもロマンチックな雰囲気に変わります。天蓋付きのファミリープールも夜になるととてもロマンチック。翌朝最初に向かうは朝食会場。今までのホテルの中で暫定1位のホテル朝食です。
部屋から歩いても行けるのですが、朝から暑かったのでバギーを呼んじゃいました。朝食会場に向かう途中に、奥という和食とフレンチを融合させたグリル料理のお高めレストランがあります。この奥に朝食会場のライスマーケットがあります。利用者が多く、テーブルのセッティング中の際は中庭が見えるソファーで待機。では朝食の紹介です。まずはベーカリーエリア。なんじゃこりゃあ、パン屋じゃ。なんなの、いきなりすごいものを見てしまった。パンの宝箱。クレープやパンケーキ、フレンチトースト、ワッフルもあります。すぐ隣でパンを焼いている。なので出来たてが食べられます。ここのコーヒーめちゃくちゃ美味しかったですよ。ベトナムのコーヒーってコンデンスミルクを入れるんですよ。スタッフに聞いたところ、アラビカ豆をゆっくりサイフォンで抽出してコンデンスミルクを入れていると教えてくれました。ミルクコーヒーとブラックがあります。続いてフレッシュパントリーエリア。コールドミールやサラダ、フルーツなどがあります。納豆と茶そばがありました。一見何かわからないおしゃれなわさびが置いてあった。フリークサラダだって。サーモンをいただいておこう。ココナッツがありました。これは取っちゃうね。なんと子供用のエリアもあるんですよ。子供の背丈の高さのブッフェがかわいい。ベトナム料理の他にインド系や中華系、韓国料理もあります。夫の大好きなちまきがありました。角を曲がると韓国料理。この日はチャプチェがありました。スープ類やおかゆもありました。一番奥にはバインミーもあります。もちろん西洋料理もあり、フォーステーションもあります。ここはインド料理。
ビリヤニやチャパティなどがありました。クリームチーズが乗ったパン、甘くて柔らかくて美味しい。この見た目が可愛いクロワッサン、持ってみると結構ずっしり。めっちゃ美味しかった。甘いパンのお供は激うまベトナムコーヒーを。このホテルのコーヒー豆は購入もできますよ。ほろ苦いのだけれども甘さと苦みがすっと引いていき余韻が残る。これはメニュー表から選べる一品。牛肉のバインミーらしい。おしゃれすぎて一見バインミーとわからない。心もお腹もいっぱいです。次はリージェントのお隣にあるインターコンチの紹介です。2018年開業のビーチフロントリゾートホテルで部屋数は459室あります。19階のルーフトップバーインク360に行ってみましょう。K-POP がガンガンに流れておりテンションが上がります。韓国系の宿泊者が多いのでしょうか。ホテルから少し外れて歩いているとナイトマーケットを発見。ですが閑古鳥ではローカルの夜市に行きます。リージェントフーコックから車で25分ほど。人気のロールアイス、ヘラでカンカンと音を鳴らして客寄せをしています。やっぱり島だからシーフード多し。会計もたくさんありますね。頻繁に謎の豆を配られる。中国語か韓国語で声をかけられます。結局もらっちゃった。美味しそうな食べ物がたくさんありますね。日本ではなかなか見ないインパクトのあるフルーツがいっぱい。フルーツの名前や主な栄養素はブログに記載しておきました。晩ご飯は夜市でも良かったのですが、涼しいところでゆっくりしたくなり、夜市のすぐ近くにあるレストランに入りました。安心して海鮮を食べたいのもあって、お通しにポップコーンが出てきた。こんなもの食べてお腹膨れるやんかと思いながら食べると止まらないやつ。エビとカニのコンボだったかな。ソースが3種類くらいから選べてエスニックっぽいソースを選んでみました。ベトナムにしては高級なお店でした。カニやエビは食べやすいようにお姉さんが剥いてくれました。ソースがめっちゃ美味しいですよ。エスニックソースなのでレモングラスの香りがします。とても濃厚で夫のビールを飲む手が止まらない。バゲットもついてくるのですが、これがめっちゃ合う。お
茶の香りがするフィンガーボール。とにかく食べ応えがあり、美味しい。このソースは中毒性がありますよ。続いてキングコングマート。この余市内にあるキンコンマートは小さめです。後で一番大きなキンコンマートも紹介します。お腹いっぱいになった後は激安マッサージに行きます。歩き疲れたしちょうどいい。フットマッサージ30分、10万ベトナムドン。安い。店頭にメニュー表があるのはいいね。軽く足湯をしてから膝下のマッサージを念入りに受けます。お茶とちっちゃい飴ちゃんをいただけました。おはようございます。今日は北部にあるビンパールサファリへ行きますよ。その前に朝食を。今日も天気がいいですね。暑い。今日はファミリープールが見える一番奥の席でした。私の好きなパンはあるかな。マサラチャイだって。チキンフォーも食べよう。チャイはスパイスが効いているけど優しめな味でした。私の大好きなやつ。今日は2種類取ってきました。フォーはスープの出汁が美味しくて優しい。めっちゃほっこりします。これ美味しくて大好き。レモンのクリームがあっさりしててこちらも美味しい。お腹を満たしたので楽しみにしていたビンパールサファリへ行きましょう。イージェント・フーコックから車で1時間で到着。天気が良くて暑いので日傘を持参してよかった。ビンパールサファリへ行ったら体験したいことリストです。最初にジラフレストランへ行きましょう。場所はここ。店内地図にある通り、上がサファリで下がズーとなっています。これは店内トラムチケットを購入したバンドです。各所にトラム乗り場があります。ちょうどトラムが来たようです。このジラフレストランが一番の人気エリアなのではないでしょうか。
キリンの餌代は3万ベトナムド。11時30分頃にジラフレストランに到着しました。すごい人だかり。餌を売っているカウンターが分かりづらく、違う列に並んでしまいました。時間のロス。下を器用に絡めて野菜スティックを取っていきます。監視員が厳しくチェックをしていないので、本当に自由に触れ合えますよ。順番とかは関係ないです。綺麗なお目目をしていますね。キリンさんがいるエリアはサファリにあるので、みんなのびのびとしていました。ジラフカフェのメニューも載せておきますね。すぐ横がサファリなので涼みに行きましょう。サファリのバス、人数が揃わないとなかなか出発しない。私たちは満席だったので立ち見となりました。バスの中は涼しい。全体的に草食動物多めですね。肉食系動物は頭数が少なそうです。クマエリアです。クマのところで一旦停止して運転手さんが餌を投げます。なので可能なら運転席の後ろに座れたら特等席なのかも。暑いのでクマも涼んでいますね。ライオンは群れで生活をするからかメスを3頭見ることができました。サファリを出ると鳥類エリアへ。カラフルで可愛い鳥。5万ベトナムドンを支払うとオウムと記念撮影できるみたいです。鳥類の広い放し飼いエリアもあるんですよ。上を見上げるとネットが張られています。当たり前のようにクジャクが歩いています。綺麗な色。
求愛してくれんかな。羽は広げてくれませんでしたが、美しいことは伝わりました。これはターキー。次の目的地はワオキツネザルのエリアです。ワオキツネザルの売りの手前にスナックやドリンクを購入できる小さなショップがあるので、ここで餌を購入します。餌はちょびっとだけ。良心的な金額で助かりますね。檻に入ると早速いらっしゃいました。寝てる。この子かわいい。なんていう動物だろう。基本的に人懐っこい性格なのかわかりませんが、ここのワオキツネザルたちは温厚でとっても可愛かったです。鳴き声かわいい。寒い時期は太陽の光をいっぱい浴びるために四肢を広げてお腹を見せて寝っ転がっている動物です。愛嬌たっぷり。飼育員さんナイス。ちゃんとカメラ目線。餌が入っているカップに顔を突っ込む姿もとっても可愛いですね。ワオキツネザルのお手手がとっても柔らかい。象の餌やりもできるようですが、午前で売り切れることが多いようです。基本的に動物への餌やりや記念撮影は現時点ではパッケージで事前購入などできず、現地に到着した際にご自身で購入するみたいです。ここのズーはオープンな動物園で、動物たちとの触れ合いの場がたくさん設けられていますよ。帰りはビンバスという電動バスに乗って昨日行った夜市へ向かいます。V1 という路線バスに乗ってグランドワールドフーコックで乗り換えます。時刻表や止まる駅などはビンバスのアプリで確認可能。わかりやすくてよくできたアプリ。すごいエリアで乗り換え。ユニバみたい。初日に泊まったヒルトンがあるエリアはイタリアのアマルフィ海岸をイメージしており、ここはベネツィアを意識して作っているようです。とても興味があるのですが、今回はこのエリアは観光せず乗り換えに徹します。日陰は涼しい。バスはローカルの方も乗ってきます。新しいバスなのでとても綺麗で USB 充電ができました。30分ほどで夜市に到着。海の方面に歩いていくと本日の晩ご飯のお店があります。
フーコック島の郷土料理であるブンクアイを食べますよ。現地の方も多く訪れる人気店です。綺麗なお店ですね。米粉の麺がベースで、トッピングをこの中から選びます。4種類、フルトッピングと、エビ、イカ、魚介練り物を注文。注文を受けてから作るので、提供までまあまあ待ちました。ソースは自分で作るスタイル。新鮮ですね。観光客もろ出しだったので、何も言わずともお店のおばちゃんが手伝ってくれました。食材の味を感じたく、MSG は入れずに作りました。最後にライムを絞って完成。これはサトウキビジュース。絞りたてか。左がシーフードだけのブンクアイ。右が牛肉の入ったフルトッピング。まずはソースをかけずにいただいてみよう。優しいながら魚介の出汁が染み出て美味しいですね。エビの練り物、これ美味しい。エビと胡椒が効いていて好みです。これだけ追加できないのかな。ソースを入れてみましょう。辛さと甘さとライムの爽やかさが合わさって美味しい。牛肉はとても少量で硬かったので選ばなくてもいいかな。この夜市でまたマッサージを受けたり、屋台飯を食べたりしました。ベトナムは安くて美味しくていいですね。最後はグラブでキングコングマート。例によって結束バンドで万引き防止。携帯出しておかないと。ここは広いですね。生活品やコスメ、食料や調味料やお土産物も売っています。ベトナムは胡椒の生産量が世界で高く、フーコックでも胡椒農家がたくさんあります。インドやブラジルも胡椒の生産が盛んなようですが、胡椒を収穫する時期がベトナムの方が早いので、アメリカやドイツなどへ大量に輸出しているようです。胡椒ソースだって乾き物もある。もちろんコーヒーも。フルーツやパンもたくさんありました。これラコステらしい。ケーブルカー乗り場の店より1000円くらい安かった。
朝食を食べてプールでリラックス。気持ちよすぎる。実は寝室にも冷蔵庫があった。次回、フーコック観光に続く。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録で応援してね。